はい、どうもこんばんは。ゴチログの黒本慎吾です。今日は久しぶりにデスクツアーをやっていきたいと思います。というのもですね、来週ちょっと大型アップデートをするので、そのアップデート前の記録という意味合いも込めてやっていきます。はい、まずですね、メインのデスクです。デスクはフレキシスポットの電動昇降デスクを使っています。電動昇降デスクを使っている理由は、僕が結構腰が悪くて、ここ8年ぐらいで2年に1回ぐらいぎっくり腰になってしまってるんですよね。でそういう経緯で会社のデスクをまずは電動昇降デスクにしたんですが、気に入って家にも導入しました。やっぱり同じ姿勢でずっと作業してるのが腰に悪いっぽいんで、疲れたなと思ったら立ったりで、また立ってて疲れてきたら座ったりして作業している感じです。電動昇降デスクだとこんな感じで力を使わずに机の高さをあらかじめ設定した高さに切り替えられるので楽です。今のところ電動昇降デスクを導入してぎっくり腰にはなっていません。で、天板もフレキシスポットのものにしたんですが、普通のフラットな天板ではなくて、こんな感じで手前がラウンドしている形になっていて、キーボードに手が置きやすい設計になってます。あとはデスクの奥側の両サイドにこんな感じで穴が開いていて、配線をきれいに通すことができるので気に入ってます。で、この穴を通ったケーブル類はここの机の下に置いてある配線トレイに置いてます。ここに6口の電源タップを置いていて、デスクの上のものの電源をまとめて取っています。タップを机の上に置いたり床に置いたりするとごちゃつくので、この配線トレイはすごい地味なんですけど、とても気に入っています。で、パソコンなんですけど、こんな感じで PC ホルダーをつけて天板に固定しています。この PC ホルダーもフレキシスポットで購入したものです。もともとデスク横にサイドテーブルを置いて、その上に置いてたんですが、地震とかで落下して壊れたら嫌なので固定しました。この PC ホルダーについても以前動画にしているので、もしよかったら見てみてください。で、この PC なんですけど、自作したものでパーツを入れ替えて現在はこんな構成になっています。はい。で、モニターはデルの U27209M を使っています。これも以前に動画にしたんですが、3年間の無期転保証とベサ規格対応でモニターアームが付けれる。で、それと IPS 液晶っていうことで色もすごく綺麗です。で、モニターアームはエルゴトロン LX の Amazon 版を使っています。モニターアーム派とスタンド派がいると思うんですけど、モニターアームを使うと電源だったり HDMI ケーブルだったりをこんな感じでモニターアーム内を通すことができるので、すごくすっきり配線できるのが好きです。で、このモニターアームに収納したケーブルなんですけど、やっぱりこれ見えてるとあれなんで、これは電化エレクトロンっていうところのそういうケーブル類をまとめるやつ、形状記憶してくれてるんで、こんな感じで勝手に丸まってくれて、切れ端も結構なんていうんですかね、ハサミできるんですけど、いい感じにこう縮れてくれて、逆にこれがかっこいいっていう感じですね。あとこんな感じでモニターアームの下がすっきりするので、そこに物を置けるっていうのも気に入ってるところです。で、そのモニターアーム下に置いてるのが、これは真空管アンプなんですけど、ノースフラットジャパンっていうところのチューブ 04J っていう、簡易的な真空管アンプを置いてます。真空管アンプって高いイメージがあったんですけど、これは7000円ぐらいですごくコスパが高いなと思います。こんな感じでイヤホンもさせます。これは机の裏を通して、机の上にあるとちょっと配線邪魔なので、こちらのゼンハイザーの有線イヤホンにつなげて聞くこともできるようにしています。これはモニタリングイヤホンの IE40 っていうタイプのものになります。いろいろグレードがあって、高いものだと6万とか7万とかするものもあるんですけど、これは1万ちょっとぐらいの、一番安いモデルを使ってます。全然これで僕は満足してます。で、この真空管アンプは普通のスピーカーにもつながっていて、これはタルボット1っていうスピーカーで、もともとずっとブログを見てたタルブロさんという方が長年研究されて、去年幕開けで販売開始されたんで買ってみました。これキットだったんですけど、特にハンダ付けする必要もなく簡単に組み立てられるんですけど、音はすごくいいですね。イヤホンもスピーカーも有線なんですけど、これには理由がやっぱりあって、Bluetooth は移動とかには向いてるんですけど、やっぱり長く作業するデスクの場合は有線の方がいいんじゃないかなと思ってます。Bluetooth イヤホンだと電池の持ちを気にしなければいけないし、Bluetooth スピーカーだとやっぱり音質が劣化するので、有線で小型でっていうところで今の感じに落ち着いてます。
でこのタルボット1を菊谷っていうところのスピーカースタンドに置いてます。こうすることでスピーカーが耳の位置に来るので高音とかがすごく綺麗に聞こえるようになりました。これも以前動画にして紹介しているので、もしよかったら見てみてください。はい、で次に、こちらのこれはオーディオインターフェースなんですけど、ロードの AI1 というものですね。ちょっとマイクで録音したいなっていう時もあったんで買ってみました。で見た目もすごく Mac mini っぽい感じで僕は気に入ってます。1チャンネルしか使えないんですけど、家でこんな感じで YouTube 撮る分にはもうこの1個でいいっていう感じですね。でここを押せばファンタム電源がオンになったりオフになったりします。なのでコンデンサーマイクとかも普通に使える感じです。で地味なこだわりポイントなんですけど、この XLR ケーブル、通常だとストレートのものがあると思うんですけど、 L 字のやつを買って、さらに逆さに上向きにケーブルを出したかったんで、見えますかね、こんな感じでちょっと金属加工してこの向きではまるように改造しました。値段も1万円ぐらいで比較的手が出しやすい価格だったと思います。で次はキーボードです。以前まで HHKB のハイブリッドタイプ S を使っていたんですが、ちょっと Bluetooth の調子が良くなくって途切れることがあったんで、こちらに変えました。これはトープレのリアルフォースの静音版ですね。一度静電容量無接点方式に慣れちゃうと、もうこれなしでは生きられない体になってしまうので、トープレ版を買ったという感じです。ちょっとこのトープレのリアルフォース高さがあるので打ちづらいなっていうことで、このフィルコの木のパッドを置いてます。ちょうどサイズが合うものがあったんで、いい感じですね。はい、でマウスはロジクールの MX マスター3を使ってます。これもしばらく変わってないですね。非常に持ちやすいのと、あとは USB-C で充電するっていうのがすごくいいです。2は確かマイクロ USB だったんで、こっちの方がいいなと思って買いました。 Bluetooth で接続するか無線の USB レシーバー使って接続するかは選べるんですけど、僕は Bluetooth であんまり信頼してないので、無線レシーバーの方を使ってます。レシーバーはこんな感じで、パソコンの中に USB を設置できるハブを使ってるので、そこに入れてます。はい、でこのマウスとキーボードを置いてるマットなんですけど、これは Amazon で買った2000円ぐらいのデスクマットですね。デスクの上に直接物を置くと汚れたり、熱いものだと机に丸い跡が残ったりするんで、一応敷いてるっていう感じです。結構いい感じではあるんですけど、ちょっと薄くて、ここの上で物を書こうと思ったらちょっと紙に穴が開いちゃうことがあるっていう感じです。僕はあんまりここで物は書いたりしないので大丈夫なんですけど、こういうタイプのデスクマット買う方はご注意ください。で、こちらがアンカーのスマホスタンド、スマホ充電するやつですね。基本寝る時に充電するんであんまり使わないんですけど、置いてたら画面も見えるしっていうので無線のやつを使ってます。はい、でちょっと細かいんですが、掃除グッズ、これは以前も紹介した山崎実業のウェットティッシュホルダーで、こんな感じで、手で開けて中にウェットティッシュが入ってるっていうタイプのものです。このゴムのパッキンがすごく強力なんで、長いこと使ってなくても全然ウェットティッシュがカピカピになることはないですね。机の上がちょっと汚れたりしたらこれで拭いたり、ディスプレイ拭いたりするっていう感じです。はい、次はこれも掃除グッズで、リビガクってところの卓上ルンバみたいな感じで使うものです。ここにスイッチがあって、これをオンにすると裏面がブラシになっていて、ホコリとかを掃除することができます。ちょっと汚いんであれですが、こうやってパカッと蓋を取ると中にホコリが溜まってて、これをゴミ箱に捨てるっていう運用ですね。で上の蓋を開けるとこんな感じで単3電池2本入れれて、かなり持つんじゃないですかね。まだ1回か2回ぐらいしか変えてないと思います。これほんと1000円ぐらいで買えるので、机の上が綺麗にしたい、あと子供の消しカスとかを掃除したいみたいな用途にはすごくいいんじゃないかなと思います。でこれは細かいんですけど、ルームフレグランス、ソングオブネイチャーっていうところのカインドオブブルーとかいうやつですね。これがなんかメリットかな、これが結構匂いが良くて、この匂いがしばらく好きですね。はい、でこれが、山田照明っていうところのデスクライトです。
これなんかコメント欄でも「それどこのですか?」って聞かれたりして、僕は見た目も好きですね。7000円ぐらいでめっちゃ高いわけじゃないんですけど、こんな感じで高さが変えれたりします。でこれは26口径のものですかね。電球がはいこんな感じで、照明つけてます。はい、ということで2021年冬のデスクツアーということでやってみました。結構地味に物がポロポロ変わってマイナーアップデートしていってるような感じで、今非常にいい感じなんじゃないかなと思うんですけど、今週末にちょっと大きいもんが届いてあるものを入れ替えるっていう作業をするんですけど、その前の記録として撮ってみました。どの製品もすごいなんというかこだわりというか、ここがいいと思って買って使ってるんで、もし気になるものがあったら、調べてみてください。はい、こんな感じで今日は以上になります。今後もガジェットや買ってよかったものとか、ご紹介していくので、もしよかったらいいね、高評価よろしくお願いします。あとチャンネル登録もよろしくお願いします。はい、ゴチログの黒本慎吾でした。ありがとうございました。